こんにちは。今日は漢字についての話をします。皆さん、漢字好きですか？皆さんの中には漢字が難しくて勉強が大変と思っている人もいるでしょう。でも、漢字ってかっこいい、読みたいと思いませんか？漢字は覚えるのが大変。これは事実です。しかし、漢字を知っていると、日本語の文章を読んだとき、意味が理解しやすくなります。本当？と思った人のために、漢字がどれだけ便利か少し説明させてください。日本語には似た発音の言葉がたくさんあります。例えば、橋と箸。ここに橋があります。ここに橋があります。もし全部ひらがなで書いたら、ブリッジのことを書いているのか、それともチョップスティックのことを書いているのか、よくわかりませんよね。でも、漢字を使うとどうでしょうか？ここに橋があります。ここに箸があります。橋を漢字にすることで、何のことについての話なのかすぐにわかりますね。ということで、漢字は実は結構便利なんです。これから日本語が上手になりたい人は、漢字の勉強は必要ですね。少しイントロダクションが長くなってしまいました。今日は漢字を勉強するときにとっても大切なことを話します。それは音読みと訓読みです。皆さんの中からこんな質問をもらいました。音読みと訓読みの違いを教えてください。いい質問をありがとうございます。音読みと訓読みの違いを理解するのって日本語を勉強するときとっても大切なんです。これは皆さんが漢字を勉強するときのベースになります。今日は3つのパートに分けて漢字の音読みと訓読みについて説明します。1つ目、音読みと訓読みができた理由。2つ目、音読みと訓読みのルール。そして3つ目、音読みと訓読みの覚え方。まだ漢字を勉強していないという人もきっとこれからの勉強に役に立つと思いますので、ぜひ最後まで見てくださいね。もう漢字を知っているよという人も実は知らないことがあるかもしれません。絶対に勉強になると思いますので、この動画を楽しんでください。まず一つ目の音読みと訓読みができた理由について説明します。その前に
漢字って何だろうというところから始めたいと思います。漢字はもともと日本語にはありませんでした。大昔、漢字は中国で生まれました。そして日本に伝わりました。この漢字を見てください。これは山と読みます。山は皆さん知ってますよね。漢字が中国から伝わったとき、中国の読み方もそのまま伝わりました。この山を表す漢字は中国の読み方で山と読みます。しかし日本人は山と聞いても何のことかよくわかりません。山はどうやら山のように高くなっているものを表す言葉らしいです。そこで自分たちが知っている山という言葉にこの漢字山を当てはめることにしたのです。こうして漢字には2つの読み方ができました。山のような中国のオリジナルの読み方が音読み。そして日本に昔からあった山のような言葉を漢字で表した読み方が訓読み。山は音読み。山は訓読み。ここまで理解できましたか？いくつか例を見てみましょう。この漢字の訓読みは草です。草と聞くと何を表しているかわかりますね。音読みはそうです。そうが音読み。草が訓読みです。この漢字の訓読みは何ですか？花ですね。では、音読みは何でしょうか？それは、かです。かが音読み。花が訓読み。OK ですか？次に2つ目のポイント。音読みと訓読みのルールについて説明します。音読みと訓読みの違いは分かりました。でも実際どれが音読みでどれが訓読みか分からない。そんな時にどっちの読み方か分かるルールがあります。まず訓読みには送り仮名がつくことがあります。送り仮名は漢字とひらがなをミックスした読み方です。例えば、見る。漢字はみと読みますが、そこにひらがなのるがついています。このみとるを合わせて見るとなり、意味が伝わります。これは知っている人も多いと思います。しかし、送り仮名がないとき、どうやって音読みと訓読みを見分けることができるのでしょうか？これにもルールがあります。よかった。ルールがあります。次の
3つのうちのどれかに当てはまっていた場合、音読みの可能性が高いです。まず、1つ目のルール。音読みをかな、つまりひらがなかカタカナで書いたとき、3文字よりも少なくなります。そして2つ目のルール。音読みをかなで書いて3文字になるとき、真ん中の文字は小さいや、ゆ、よになります。そして最後、3つ目のルール。音読みをかなで書いて2文字になるとき、最後の文字は、い、う、つ、く、ち、き、んのどれかになります。順番に見ていきましょう。まず、一つ目のルール。音読みをかなで書いたとき、3文字より少なくなります。山の音読みは3でしたね。これは2文字です。花の音読みは何でしたか？かでしたね。これは1文字です。次に、小さいという漢字の音読みは小です。これは3文字です。こんな風に音読みは短く読むことが多いです。次に2つ目のルール。音読みをかなで書いて3文字になるとき、真ん中の文字は小さいや、ゆ、よになります。さっき見た小という漢字で試してみましょう。小、確かに真ん中の文字が小さいよになっています。では、この漢字はどうでしょうか？読み方は中です。真ん中の文字は何ですか？そう、小さいゆです。最後に3つ目のルール。音読みをかなで書いて2文字になるとき、最後の字は、い、う、つ、く、ち、き、んのどれかになります。さっき見た山という漢字で試してみましょう。音読みは3。確かに最後の文字がんになっています。そうはどうですか？最後の文字がうですね。では、この漢字はどうですか？大きいという漢字です。音読みは大です。いで終わっていますね。ルールがわかりましたか？では、練習してみましょう。次の漢字には2つの読み方があります。この中で音読みはどれですか？問題1、食、食べる。答えは食です。食べるは送り仮名ベルがついているので訓読みですね。問題2、口、こう。答えはこうです。うで
で終わっていますね。だからこれは音読みです。問題3、南、南。答えは南です。んで終わっていますね。だから音読みです。問題4、上、上。答えは上です。真ん中に小さいよが入っていますね。最後の問題5、夜、や。これはどっちでしょうか。どっちの読み方も短いですが、よく見てください。夜はるで終わっていますね。これは音読みの読み方ではありません。よって答えはやが音読みです。全部わかりましたか？では最後のポイント、音読みと訓読みの覚え方について説明します。ここが一番大事なパートです。よーく聞いてくださいね。皆さん、今までの説明で音読みと訓読みの違いは分かったと思います。日本語の文章にはこの音読みと訓読みの両方が使われます。その時問題が出てきます。どっちの読み方で読んでいいかわからない。さて、これはどうやって解決したらいいんでしょうか。実は日本語ネイティブにとってはこれはあんまり問題ではありません。なぜだと思いますか？それは漢字よりも先に言葉を知っているからです。例えば旅行という言葉があります。これは音読みが2つくっついた言葉です。日本人の子どもたちは学校で漢字を勉強しますが、その前に旅行という言葉を知っています。だからその知っている言葉に漢字を当てはめるんです。言葉を知っていれば、その知っている言葉を漢字に置き換えて覚えることができます。つまりポイントは、ボキャブラリーを増やすことが大切だということです。最初はひらがなでもカタカナでもいいから、なるべくたくさん言葉を知るということが大切なんです。ちなみに旅行のように漢字が2つくっついている言葉は音読みで読むことが多いです。これも重要なヒントです。そしてもう一つポイントがあります。それは漢字のパーツに注意することです。いいですか？漢字のパーツに注意することです。漢字はいろいろなパーツが組み合わさってできています。同じパーツが使われている場合、音読みが同じになることが多いです。例を見てみましょう。青という漢字があります。音読みはせい
です。このせがパーツになっている漢字をいくつか挙げてみます。これらの漢字の音読みはせです。先ほどの青の音読みと同じです。こんな風に漢字のパーツになっている漢字の音読みを覚えると、そのパーツが使われている漢字の音読みを想像することができます。いかがですか？音読みと訓読みの覚え方、ポイントをまとめてみましょう。ポイントその1、まずはボキャブラリーを増やすことを頑張ってください。そしてボキャブラリーが増えたら漢字に置き換えてみてくださいね。ポイント2つ目、漢字が2つくっついた言葉は音読みで読むことが多いです。そして最後にポイント3つ目、漢字のパーツに注意します。同じパーツが入っている漢字の音読みは同じになることが多いです。さあ、今日の動画は長くなってしまいましたね。でも大切なことをたくさん勉強できました。皆さんがこれから漢字を勉強する時のモチベーションが上がったら嬉しいです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。動画が気に入ったらぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。そして皆さんからこんな動画を作ってほしいというリクエストを受け付けています。もしリクエストがあればコメント欄に書いてくださいね。今日みたいな動画を作っていきたいと思います。それではこれからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。